こんにちは。こんにちは。はい。ではですね、一期一会 Vlog 第2回目としてですね、今回はチェルマン銀座本店の、サブマネージャー佐々木さんのですね、愛用している時計の紹介と、あとそれを普段どんな感じで楽しんでるかをですね、お話じっくり聞かせていただけたらと思ってます。ではまず自己紹介お願いします。はい、銀座の本店で、サブマネージャーをやらせていただいてます佐々木です。前職ではアパレル関係に勤めていまして、時計と同じぐらい洋服も好きです。で、好きなスタイルというのが今日着てるようなこういったヴィンテージのスタイル、古着のスタイルですとか、あとは本当ドレスファッションですね、そういったスタイルをすごく好きで着ています。で、特にこのジャンル、ヴィンテージの古着なんかは割とこだわり持ってコレクションしていて、最近だと、もちろん着用は前提なんですけど、結構コレクション的な目的も増えてしまっていて、本当クローゼットがパンパンになってしまうこともあってしまうので、はい。っていうところですね。で、やっぱり時計自体はもちろん好きなんですけど、自分はこうでブランドで好きというよりは割とファッションアイテムの一つとして時計は考えているので、今日はそういったところも含めてお話できればと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファッションがお好きということなんですけど、アンティークウォッチの世界に飛び込んだきっかけっていうのはあったんですか？はい、きっかけというと結構皆さんに近いかもしれないんですけど、10年ほど前に、ちょっと某百貨店の屋上というかでやっていたイベントがやっぱきっかけでした。もともとはやっぱなんとなく雑誌であったりとか、そういったウェブショップなどを見ていて、やっぱアンティークウォッチっていいな、好きだなとは思ってはいたんですけど、やっぱそこが実際に手に取って、見る初めての機会だったので、今でも本当に行って何時間もいて、いろんなモデル試着してお話しさせていただいてっていうのは本当今でも覚えてるくらい割とセンセーショナルな体験だったっていうのがありますね。はい。当時としてはやっぱりオメガとかロレックスとか、そういうもの憧れてたので欲しかったんですけど、本当に大学生の自分には予算が合わず買えずっていうのがあったので、当時覚えてる、今でも覚えてるのが1970年代の成功を買わせていただいたのを覚えてます。で、これちょっと余談になるんですけど、店員さんがその時のですね、ショップスタッフさんがこのお店にいらしたことがあって、はい、そこでちょっとお話しさせていただいたんですけど、本当に当時の思い出とかそういうものを環境とかもお話しさせていただいて、すごく懐かしい感じになりましたね。はい。はい。で、それをきっかけで今はこうして、興味を持ち、今では皆さんの時計のお手伝いをする立場になったっていうじゃないですね。ではそんな佐々木さんが愛用している時計って何なんですか？はい、こちらです。1970年代製のロレックス、オイスターパペチュアルデートです。もう間違いないチョイスですよね。選んだきっかけというかポイントってあるんですか？はい、やっぱり自分の中では普段の装い、自分のスタイルとの親和性っていうのがやっぱ一番重要ですし、かつやっぱり過剰な装飾がなく、過敏なくっていうところがやっぱポイントです。で、それも基本的な条件としてあって、自分は仕事ではドレススタイル、ドレスファッションを楽しんで、こういった古着ファッションをオフの日は楽しむというなので、割と正反対なジャンルではあるんですけど、それでも時計はしっかり馴染んでくれるっていうのを前提で選ばせていただきました今回。はい。それとはプラスでやっぱロレックスというブランドもすごい好きで、例えば自動巻きにいち早く目をつけた先駆的なものづくりとか、割と時計メーカーの職人気質な感じとはまた違ったこのプロモートの仕方とかもすごい好きで、あとやっぱりロゴのエピソードとかも非常に好きなので、本当に好きな時計です。はい。いや、なるほどですね。なんか普段こうして改まって時計の話ってなんか深く聞くことってあんまり意外となかったんで、なるほど、佐々木さんらしいなっていう感じですごく納得できました。で、実際今日は普段着ている洋服も持ってきてくださってるんですよね。はい、ちょっとですね、コーディネートを考えまして、で使った着用アイテム含め4つ本日はお持ちしているので、実際にお見せしたいと思います。楽しいですね。はい、1つ目のコーディネートなんですけど、このブラウンのスーツですねを使ったコーディネートになります。ポイントとしてはやっぱスーツなので、
まあ皆さんだとやっぱタイドアップ、ネクタイをしてっていうところではあるんですけど、まあ自分的にはちょっと今そういうところでも割とこうリラックスした雰囲気が好きなので、まあデニムの中シャツを着て、かつこういった黒のニットを着てっていうところのちょっとこうラギット男臭いようなコーディネートで、合わせています。まあ本来スーツであればやっぱドレスウォッチで合わせるっていうのは一つあると思うんですけど、やっぱこうしたちょっとリラックスした男臭いような感じの合わせになってるので、やっぱそうなってくると、まあ、時計はこういったちょっとブレスレットでスポーティーなモデル、かつやっぱ色味がブラウンなので、まあそれに合わせてちょっとこう文字盤のゴールのブラウンのような感じも合わせると、よりこうコーディネート全体に一体感が出るのと、あと全体的にちょっとダークカラーなので、やっぱいいアクセントになってくれるかなというところで時計を合わせてます。はい、2つ目のコーディネートなんですけど、この金ボタンが特徴的な紺のブレザーに、グレーのフランネルスラックスを合わせた、まあ、王道なトラットスタイルのコーディネートになります。ただ、こうちょっと今の気分的に少しリラックスした感じが自分はすごい好きなので、タイドアップはせずに中にニットでこういったちょっとツヤ感のあるようなスカーフを合わせて、コーディネートしています。時計との合わせというところで、言うと、キーボタンのこの金の色味と、このダイヤルのカラー、ブラウンゴールドのカラーを合わせて、ただ合わせすぎてもちょっとこううるさくなってしまうので、割とこう色味のトーンを変えて、コーディネートの調和を図っています。まあ、最近では結構こうスポーティーなスタイルと、合わせるのもすごい好きなので、まあ、そういった意味ではカーベルトの中このブレスレットっていうのもポイントです。すごく気に入っているコーディネートです。はい、3つ目のコーディネートはさっきの2つのコーディネートとはちょっとこう真逆の割とこう古着全開、ヴィンテージ全開という、これは1950年代のぐらいの古着のシャツではあるんですけど、やっぱさっきのコーディネートと加えて、やっぱこういうちょっとカジュアルめなスタイルだとやはり、この時計の相性というのは非常に良くて、で、結構こう癖の強いアイテムではあって、まあこの時計自体も割とちょっとこう色味がある、癖のある時計ではあるんですけど、個人的にはやっぱこのサイズ感がまた違った意味でいいかなと思っていて、やっぱこの 34mm っていうのはちゃんと主張しすぎる、でも、ちゃんとこう控えめな印象もあるというところで、本当にこういったちょっと癖が強いアイテムでも合わせやすいコーディネートになりますね。はい、最後のコーディネートなんですけど、まあ時計ももちろんですけど、まあ、非常にこのお気に入りのジャケットを使ったコーディネートになります。いや、かっこいいです。B の 91B というジャケットでして、こちらも古く1900同じく60年代ぐらいのお品にはなるんですけど、まあ自分のブログでも書いてるブログでもいつもご紹介はしてるんですけど、まあ個人的にはこういったデニムジャケット、ヴィンテージのデニムジャケットに、ヴィンテージの時計を合わせるっていうのはすごく相性がいいなと日々思っていて、まあそのに合わせたコーディネートになります。まあポイントとしてはやっぱりこのかっこいいジャケットを引き立たせるためにあえてこうシンプルなでもちゃんと癖があるそういった時計を合わせてこうデニムジャケットのこの独特な色味存在感を引き立たせるようなコーディネートにしています。もう非常にお気に入りで、はい、かっこいいなと思います。かっこいいな。はい、というわけで佐々木さん愛用のロレックスオイスターパーペチュアルデイトでした。佐々木さんはですね、僕よりも10歳ぐらい年離れてるんですけど、めちゃめちゃいろんなこと詳しくって、いやそれ世代違うじゃんっていう、なんでそれ知ってるのっていうのも結構あったりですとか、あとですね、やっぱりファッション。僕も結構佐々木さんに影響を受けて、なんか買うことが佐々木さん入社してから結構増えてですね、結構あと自分が洋服買う時とかも、これ佐々くんどう思うとか、なんとなく聞いて、で、いいんじゃないですかって言っていただけると、すごくね、安心して買い物できるんですよ。なので、まあ、シェルマンって時計屋なので、もちろん来てもらったら、時計のことはもちろんなんですけれども、もし佐々木さんいたらですね、ファッションのこととか、あとこの時計、どうやってコーディネートしたらかっこいいですかねとか、聞いてもらえると、またなんか楽しみ方の幅って増やせるんじゃないかなと思ってるんですよ。なのでぜひ、気軽に声をかけてください。
では、一期一会ブログ第2回でした。皆様いかがでしたでしょうか。この動画楽しかった、面白かったという方、ぜひいいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。あと前回ですね、たくさんコメントをいただけたんですよ。非常に嬉しかったですので、またコメントも待ってます。では皆さん、また次回よろしくお願いします。